こんにちは、中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは、インベンター 3D CAD の使い方や機械設計の技術についてお話ししています。今日は強度計算についてお話ししていきたいと思います。機械設計というのは寸法や形状を決める仕事なんですけども、その寸法や形状を決めるときに、その構造が強度的に成り立つかどうかという検証が必要なんですね。ですから強度計算というのは寸法や形状を決める指標の一つということが言えると思います。今日は3つお話ししたいと思います。1つ目は強度計算と合成計算ですね。これは強度と合成ってまた違う計算なので、これについてご説明します。で、強度計算には引っ張り、曲げ、先断、ねじりと、あと特殊なもので座屈とかがあるんですけども、今日この動画では曲げについてご説明します。で、具体的に曲げの計算方法と曲げがかかった時のたわみの計算ですね。これを実際にやっていきたいと思います。で、3つの方法で検証したいと思います。1つ目が手計算。で、2つ目がインベンターの構造解析を使って説明したいと思います。で、3つ目がウェブサイト自動計算。で、この3つの方法でそれぞれのメリット、デメリットとか特徴がありますので、そのあたりを実践してご説明していきたいと思います。はい。これがインベンターの構造解析機能を使った時の構造解析の応力の図なんですけども、このように荷重を設定して荷重をかけると、実際にどんな風にたわんでどこが応力が高くなるかというのがわかるようになってますね。この機能をご説明します。で、3つ目のウェブサイト自動計算ですね。これはモノウェブというサイトの強度計算の自動計算ツールがありますので、これを使って実際に計算してみたいと思います。で、手計算、インベンターの解析とこのウェブサイトの自動計算でどれぐらい値に差があるのかとか、実務レベルで使うときにどれが一番使いやすいのかとかそのあたりの比較検証をしていきたいと思います。はい、今日はこのような題材を用意しました。クレーンのレールを見立てて、壁と壁をつないだ針があって、クレーンが中央で停止した場合に、どのような応力が生じて、どれぐらいたわむかという検証を先ほどの3つの方法でやっていきたいと思います。ちょっと横から見ようと思います。このような状態ですね。針のスパン、距離は 500mm に設定してあります。で、ここにクレーンがぶら下がって移動するという想定の題材ですね。通常、クレーンのレールは I 型鋼という断面係数とか断面二次モーメントの強いものを使うんですけども、ここでは分かりやすいように開いたを使っています。ちょっと断面表示してみますね。これがレールの針の断面ですね。厚みが 12mm で幅が 50mm という開いたでやっていきたいと思います。で、まず、針の計算をするとき、強度計算するときは、その強度の部材の断面係数とか断面二次モーメントという数値を計算しないといけません。で、断面係数というのは強度計算に用います。そして断面二次モーメントは合成の計算に用います。最初にご説明しましたけども、強度と合成というのは違う計算になります。一般的によく強度と言いますけども、強度計算と合成計算は別の計算です。で、もっと深く言うと、強度計算っていうのは破壊するかどうか、もしくは永久歪みが発生するかどうかの計算ですね。で、合成計算というのはどれくらいたわみますかという指標になります。で、機械っていうのは当然破壊してもダメですし、幸福点応力って言うんですけども、永久歪みが残ってしまうような応力になってしまうと、曲がって元に戻らないということになりますので、これは機械として壊れたということになるので、幸福点応力を超えないような、永久歪みが残らないような設計をする必要がありますね。そして一方で、合成なんですけども、あまりにもたわみが大きくて、ふにゃふにゃしてしまうような合成しかないと、これも機械として成り立たないですよね。強度と合成両方の計算をして両方満足するという必要があります。
では、この針の断面 12mm×50mm の断面係数と断面二次モーメントを手計算で計算していきたいと思います。断面係数というのは強度計算に使う指標ですけども、これは Z で表されて、公式は6分の BH 次乗です。一方、断面二次モーメント、合成を計算するときに用いる指標は I で12分の BH3 乗です。で、この 12mm×50mm に当てはめていくと、断面係数 Z は1200立方ミリメーターですね。断面二次モーメントは7200ミリメーターの4乗と、こういうことになります。はい、それではまず曲げ応力の計算からしていこうと思います。で、曲げ応力の公式はシグマイコールモーメント割る Z。Z が断面係数ですね。M はモーメントです。曲げモーメントの公式はね、針によって決まっているものですので、概要欄にね、参考の URL を貼っておきますので、針の公式の方も参照してみてください。両端固定の場合のモーメントの公式は8分の WL という公式です。W というのはかかる荷重で L が針の長さですね。では実際に曲げモーメントを計算していきましょう。はい。今回針の中心にクレーンが停止した時の荷重を 200kg、2000N に設定したいと思います。で、その時の曲げモーメントは 2000×500 割る8ですね。これを計算すると、はい、モーメントは125,000Nmということになります。そして先ほどの曲げ応力の公式、シグマイコールモーメント割る Z。これに当てはめますと、シグマイコール、先ほどのモーメント125,000割る断面係数 Z が1200ですね。これを計算すると、応力は 104.2 ニュートンパースキアミリメートルということになります。で、この 104.2 というのがどうなのかという判断をしないといけません。で、今回のこの針の材質を一般構造用圧延鋼材の SS400 で評価しようと思います。SS400 の引っ張り破断応力は 400MPa から 510MPa です。メガパスカルというのはニュートンパーキアミリメーターと単位としては同じです。で、400から510で破断するということなので、400で今回見ようと思います。では400以下、先ほど104と出ましたけども、400以下だから OK かということになるんですけども、これは破断する応力が400なので、104で破断はしませんよね。で、安全率が約4倍ぐらいあるということにはなります。ただここで勘違いしてはいけないのは、降伏点応力というのを頭に入れとかないといけないんですね。降伏点応力というのは何かと言いますと、永久歪みが残らない応力のことですね。例えば、この棒を曲げてね、元に戻る力と、もう曲げてしまって元に戻らない力と、その分かれ目のことを降伏点応力と言います。で、この SS400 の場合は約 240MPa です。ですから 240MPa という値を超えた応力が出た場合は、これは変形して戻らないということになるんですね。ですから機械としては曲がって戻らないということは壊れたということになるので、これはダメですよね。ですから降伏点応力以下であることを確認しないといけないということで。強度計算は破断するか否かで計算値を出すんですけども、降伏点応力以下であるかどうかは見ないといけません。ですから今回 240MPa が降伏点応力で、計算値が約104でしたから240以下なので、これは十分な強度を持っているという判断ができます。で、この降伏点応力なんですけども、ちょっと細かい話をすると、板圧によってね、だいぶ差があるんですね。で、板圧が薄ければ薄いほど降伏点応力は高くて、分厚くなればなるほど降伏点応力は低くなっていきます。これは圧延鋼材の特性で、分厚いとね、中心部分は柔らかいんですね。丸棒とかでもそうなんですけども、直径が太いものは中心部分が柔らかいと。
外皮は硬いということになるので、材料全体としての平均のね、幸福点応力は分厚ければ分厚いほど、太ければ太いほど下がっていくという傾向にあります。はい。これがね、SS400 の機械的性質を表したサイトをね、今見てるんですけども、ここに板圧によってね、幸福点または体力の値が違うという表があるんですけども、一番左側の16ミリ以下は245メガパスカルとなってますね。で、16を超えて40だと235、40を超えて100以下だと215、100を超えるものは205と。こういう風にね、板圧が上がれば上がるほど幸福点は小さくなっていくので、分厚いもの、太いものを使う場合はね、少しね、配慮をしておいた方がいいと思います。約2割ぐらい違いますんでね、注意をしておいた方がいいと思います。このサイトの URL も概要欄に貼っておきますので、よろしければご参照ください。はい。それで、応力という言葉が何度も出てきたと思うんですけども、この応力についてね、少し触れておきたいと思います。応力って何かというと、1平方ミリメートルあたりにどれだけの力がかかるかという指標ですね。もしくは1平方センチあたりにどれだけの力がかかるかという指標です。これは単位面積あたりにどれだけの力がかかるかというのを出して、金属材料によってね、その耐えうる力が決まってるんですね。今回の SS400 の場合は約400メガパスカル、400ニュートンパースケアミリメートルで破断するということが分かってますので、その400より大きいか小さいかでね、破断するかどうかを判断するというのが応力という考え方です。で、少し付け加えておきますと、曲げ応力は、これは引っ張りの計算になるんですね。針が曲がると、その一番外皮のところが引っ張られて破断していくので、曲げの計算は引っ張りの計算なんですね。ですから引っ張り応力を指標にしているということになります。それでは次は合成の計算、どれぐらいたわむかの計算をしていきたいと思います。これも曲げと同じように公式が針の形状によって決まってまして、今回の両端固定の場合は、192EI 分の WL3 乗という公式ですね。W は荷重で L は針の長さですね。E がヤング率。これは材料によって決まっていますね。で、I が先ほど出した断面二次モーメント。断面の形状で決まる値ですね。今回は12分の BH3 乗で計算したら7200となります。で、これで計算していきますと、192×E が 2.1×10 の5乗ですね。で、I が7200と。分の W が今回は2000ニュートン。で、L が 500mm ということで、これを計算しますと 0.86mm ということになります。この針の中心に 200kg、2000ニュートンの荷重がかかったときに、この針がたわむ量は 0.86 ミリという答えが出ました。で、この 0.86 ミリがいいのかどうかの指標なんですけども、これクレーンのね、基準で確かあったと思うんですけども、スパンの700分の1以下であれば十分な合成を有しているという指標があったと思いますね。で、私はいつも1000分の1を目指しています。ですから1メートルで、1メートルの針で1ミリたわむぐらいなら OK という感覚を持っていつも計算してますね。はい、こちらがね、クレーンのたわみの基準を書いてあるサイトになります。ここで書かれているのはたわみ許容値ですね。クレーン走行針、手動クレーンの場合は500分の1と。で、クレーン走行針の場合、電動クレーンの場合は800分の1から1200分の1というふうに書かれていますね。で、今回の針の計算ですと、スパンが 500mm なので、1mm 以下であれば、手動のようなね、クレーンであれば十分だということなので、今回は 0.86mm なので、正荷重であればね、十分な合成を持っていると言えると思います。で、例えばこれがね、電動クレーンでね、加速がついたりするようなものですと、一瞬ね、正荷重ではなくて、その加速分のね、力が加わるので、
さらに合成を持たせてくださいということだと思うんですけども、800から1200ということなので、約1000分の1のたわみに抑えた方がいいというのを頭に入れておけばいいと思います。今回 500mm の針の長さなので 0.5mm 以下であればさらに十分な合成があるということになると思います。で、少し下の方に今書いてあるのを見つけたんですけども、建築基準法でね、たわみ許容値が250分の1とあるみたいですね。で、クレーンは先ほど言ったように500分の1。手動なら500分の1ですね。電動なら800から1200分の1ということですね。はい。これもね、リンクを貼っておきますので、よろしければ参考に見てみてください。はい。それでは今度は、インベンターの構造解析という機能を使って、この針のね、強度とたわみを計算していきたいと思います。で、先ほどの手計算とどれぐらいの値のね、違いがあるかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい。メニューバーの 3D モデル。これをクリックしてもらって、一番右の方にね、構造解析というツールがあります。これを選択してください。で、一番左のスタディを作成というのがあるので、これを選択します。で、今回は何も触らずに、このまま OK をクリックしてください。設定をしていくんですけども、どこを固定しますかというのと、どこに荷重がかかりますかという、この2つを設定していきます。で、今回はこの赤色の針にこのブロックのね、コンクリートと見立ててますけど、このコンクリートが一体になっているという前提でやっていきます。ですからこのコンクリートをね、固定していきます。はい、左上の高速、これの固定、これを選択してください。はい、そしてこのコンクリート壁の下ですね、この2つを固定します。2つクリックして OK をクリックします。これでね、コンクリートが固定して動かないところという認識がされました。はい、今度は荷重の設定ですね。一番左の上のツールバーの荷重、これを選択してください。で、針の真ん中、ここですね。ここに少しね、100分の1ミリだけ、真ん中にへこましてあるんですけど、で、ここを選択します。はい、これで真ん中にね、ちょうど真ん中に荷重がかかるようになりました。で、荷重はいくらですかと聞いてきますので、今回 200kg なので、2000ニュートンですね。で、これで OK をクリックします。はい、これで固定と荷重、両方設定することができました。ツールバーの真ん中の解析のシミュレーション、これを選択してください。はい、そうするとシミュレーションというウィンドウが立ち上がったので、このまま実行をします。はい、そうすると自動で針の計算をしてくれます。で、左側のブラウザーにこの解析のね、結果が出てますね。で、この結果のところのフォンミューゼス応力というのが今回のね、手計算でやった強度計算の曲げ応力になります。で、この左のね、バーがあるんですけども、上に行くほど応力が高くて赤い色になってますね。下に行くほど緑からブルーに変わって応力が小さいということになります。で、このね、図を見てもらうとわかるんですけど、真ん中、荷重がかかっているところ、ここが応力が大きいですね。で、肝心の応力の値はというと、この左上に出てますね。106.6 メガパスカルですね。106.6 ニュートンパースケアミリメートルということで、手計算で出した値が 104.2 メガパスカルでしたね。104.2 ニュートンスケアミリメーターだったので、ほぼ一致してますね。106と104ですから、ほとんど変わらないですね。で、一方で合成ですね。たわみを見てみますと、たわみはね、この左のブラウザの変異ですね。このプラスマークを選択してもらって、変異は Y 方向の変異なので、この Y 変異というのをダブルクリックしてください。
はい、そうすると、真ん中の赤いところが一番たわみの大きいところですね。当たり前ですけども、荷重がかかっているところが一番たわんでると。で、たわみ量は、この左上の、0.8333mm ということで、先ほど手計算したときは 0.86mm でしたね。これもほぼ一致してますね。正しい値が出ていると思います。はい。それでは次はウェブサイトの自動計算ツール。これを使っていきたいと思います。このものづくりモノウェブというサイトがあるんですけどもね。ここ実は私よく見させてもらってて勉強になってるんですけども、ここはね、非常にいろいろなね、知識が詰まってて、で、このようなね、自動計算ツールとかね、そういうのもたくさんありますので、これもね、リンク貼っておきますので、またよろしければご参照になさってください。で、このページのね、針のたわみと応力計算ツールというのがありますので、これをね、ちょっと使ってやってみたいと思います。先ほどのね、手計算とインベンターの計算とどれだけ違うのかとかね、その辺がちょっと楽しみなのでやっていきたいと思います。まずね、利用方法と書いてあって、針の種類を選択して、断面の種類を選択して、材料を選択して、各数値を入力と。で、計算実行してくださいとありますので、その通りやっていきたいと思います。ステップ1の針の指示方法。これは両端固定ですね、今回は。これを選択します。で、ステップ2の断面を選択します。今回は長方形なので、長方形、これを選択します。で、次、材質ですね。今回 SS400 という設定なので、SS400 を選択します。これですね。一般構造用圧延鋼材。これを選択します。すると自動でね、ヤング率と密度入りますね。で、ステップ4、各数値を代入します。針の長さが 500mm ですね。で、荷重が 2000N。で、材料の断面情報。幅が 50mm ですね。で、高さ、厚みが 12mm と。はい。これで自動で断面積と断面二次モーメント I、それから断面係数 Z。これが計算されました。で、この右側にね、丁寧に計算式も書いてくれてますね。はい。これで左下の計算するをクリックします。はい。そうすると下に計算結果が出ましたね。たわみ量が 0.882 ですね。で、自重によるたわみも出してくれてますね。5ミクロンですね。1000分の5ミリ。で、たわみの合計が 0.887mm と。で、最大応力が 104.167 メガパスカルですね。先ほどの私の計算した値と比較してみると、応力は 104.2 でぴったり一致しますね。で、たわみ量が 0.887 ですが、私が計算したものは 0.86mm ということで、ほぼ一致してますね。はい。今回3つのやり方で応力と曲げ応力とたわみを計算しましたけども、3つともほぼ同じ値が出たということで間違いないと思いますね。はい。では今日の強度計算とたわみのまとめをしてみました。1の手計算、2のインベンター構造解析、3のモノウェブ自動計算ツールということで、曲げ応力が 104.17、106.6、104.17。たわみが 0.86、0.833、0.887 ということでね、ほぼ近い値がどれも出ましたね。モノウェブ計算ツールはね、私が手計算とやったやり方と同じで、ね、自動計算が入ってると思うので、同じ値が出てると思いますね。たわみに関しては、モノウェブの方は自重によるたわみを考慮してるから少し大きな値が出てるのかなという感じはしてます。で、インベンターの構造解析は先ほど申し上げたようにね、メッシュの切り方とか、少しね、条件がいろいろあるのか、細かい計算をさらにやってるのか、詳しいところはわかりませんけども、少しだけね、値が違うという感じになってますね。はい、今日は強度計算の方法をご紹介しました。
3つの方法でね、計算してみましたけどもね、これでね、強度計算というものがどういうものかご理解いただけたのではないかなと思います。で、大切なのはね、何かと言いますと、こういうね、インベンターの構造解析とかで数値を打って、値が出たとするじゃないですか。でもその値がね、正しい値かどうかを見極める目と、それからその背景にあるもので、背景にある理屈を理解してないと、ただのオペレーション作業になってしまうんですね。設計図を見てどんな計算をしないと見抜かないといけないっていうのがまず第一段階にあるわけですね。で、不要な強度計算をしなくていいわけですから、構造的に重要なところを見抜いてそこを必ず計算するということが必要になってきますね。ですから数字を入れて自動で計算するツールっていうのも非常に便利なんですけども、やはり手計算でまずできるようになると。で、その中身の理屈を理解しているというのは非常に大切なことだと思いますね。そうしないといくらツールが発達しても自分の中でそのコンピューターが中で何をやってるかどういう意味があるのかというのを理解してないとやはりねミスにも気がつきませんので今回でも応力がね105とか106ぐらいの値が出てますけどもこれが破壊するか否かそれか幸福点に至ってるのか至ってないかとかねそういう知識があるかどうかっていうのは非常に重要なことですのでまずね、材料力学というのを頭に入れて勉強してね、知識として蓄えていくことが大切だと思います。はい。今日は強度計算、それから合成計算についてお話しさせていただきました。今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お気に召されましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。